Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.今の時点で大会まで残り約7週間になりました。カウントダウンシリーズへようこそ。今日は僕が大好きなジムパワーハウス千葉にちょっと遊びに来てます。遊びに来たっていうかトレーニングしに来たんですけど、普段は自分の金金ジムがメインでそこでトレーニングしてるんですが、で大抵人混みとかを結構避けるタイプなんですけど、時々はちょっと顔を出して、ね、いろんな視聴者とかいろんな方にお会いするのも楽しいので、今日はこうしてここに来てます。1時間前にもう食事とってますし、もう体はほぼほぼ温まってるので、このまま入ってトレーニング始めましょう。今日は肩ベースのトレーニング、そして胸も少し後でやります。結構この競技場、大会当日にフォーカスしがちなんですけど、僕自身は結構こういう日々のトレーニングにすごくフォーカス当ててて、もうここが格闘だったらここが試合、この素晴らしい環境がせっかくあるからしっかり利用して、いいトレーニングをして帰りたいと思います。1種目目はウォームアップでもあるんですけど、ダンベルでサイドレイズを結構回数多めにやります。本当にここまで来て怪我とかは絶対したくないんで、ちょっと2種目目からちょっと重量も扱い始めるので、しっかりベルトをして、経験からっていうか怪我したことあるので、OK、ちょっと慣れてない、いつもと違うマシンだけど、ちょっと2種目目はこれで結構重量を追っていきます。今の時点で世界ランキングがあるとしたら、自分は、おそらくアジアナンバーワンなんですけど、それによって天狗になって、あんまり頑張らなくていいとか全然そういう感じじゃなくて、逆に今はすぐ狙われてる立場と思ってて、よりそれが自分をプッシュしてるし、去年の大会で一つ学んだことが、去年のアトランタプロがあったじゃないですか。その悲惨な結果、プロデビュー戦でいきなりトップ3に入って、いろんな人にこうやって伝えられて、自分も結構こうなっちゃった。で次のプロ戦アトランタプロでトップ10にも入れないという、でそこでいろんな人が急にも裏返って、もう金木が終わったとかって、もうそういうのをもう経験しているので、常に自分のベストの状態、常にこれで進化していないと、もう本当に一瞬で変わる世界なんで、置いていかれないように、そして自分が常にできることっていうか、常に自分のフィジークをより良くしていって進化していけば、今年もいい結果出せると信じてるし、このフィジークという競技は本当に興味深いですよ。去年のオリンピアとかでトップ4に入っている選手とかが、今年何度か出ててトップ5にも入れない状態だとか、しかも先週インドで行われたプロ戦ではオリンピアではトップ20にも入れなかった選手がトップ10の選手を倒してオリンピアクオリファイしたとか、だから結局自分が今までやってきたことにはすごい自信持っててプライドは持ってるんですけど、だからといって安心してないし、もう常に上り坂、アンダードッグの心をしてメンタルを持って、自分ももうその次のレベルへプッシュしていきたいと思ってます。頑張っていこう。3種目目、せっかくこのサイドレースのマシンがあるので、これ使っていきたいと思います。金金ジムのと違って、これは肘から上げていくやつなんで、これもまた興味深いんで
これ楽しんでいきます。本当にどのサイドレーズ系の動きでもそうなんですけど、肩甲骨を上げないように、結構重量とか上げすぎちゃうと、肩だけで上がらない分僧帽とかに頼ってこうなりがち。それは本当に避けた方がいい。しっかり肩甲骨を活性させて、本当にベーシックなことなんですけど大事です。本当に大事。最終種目目はインクラインベンチでリアデルトフライ、王道ですね。なんだろう、トレーニングが仕事っぽくなってくるんですけど、でも達成感はありますよ。仕事だってしっかりいい仕事をしたら気分良くなるじゃないですか。そんな感じ。なんか遊んでて楽しい、終わったらつまらないとかっていうよりは、なんか仕事をしててすごい大変だ、終わったら達成感、そっちに近いかもしれない。最近は気持ち的に頑張ろう。5種目目はまたショルダープレスのバリエーションでいきます。今回は重量はあまり追わずに、もうパンプ15から20レップで、肩のフロントを思いっきりパンプさせます。これで肩の最後の種目になります。6種目目、リアデルトケーブルフライっていうのかな。それ自分に合った角度でやればいいと思うんですけど、自分の場合は結構、肩を思いっきりストレッチした状態から肩を外旋しながらこんな感じでちょっと返しながら気持ち的に肩のリアに効かせてます。重量はそれほど扱えない種目なんですけど、最後の方にこの種目を持ってきて回数多めにっていう感じで、効かせてやってます。最後のルーティンは胸の上部を狙ってこの同じケーブルマシンで上の方にスクイーズしていきます。肩の日に胸のトレーニングも1種目2種目入れる理由としては、もちろん胸のトレーニングの頻度を上げたいっていうのが大きな一つなんですけど、もう一つはこのフィジークですごい大事なこのライン、この厚みを作るために、肩に関連している動きは同じ日に少し、やるようにしてます。それでは最後まで気を抜かずに追い込んでいきましょう。OK。今日のトレーニングが終わり、ちょっとポージングルームあるからせっかくなんで、ちょっとコンディションもチェックしてみようか。で早めに仕上がったタイプなんで、多分4週間前ぐらいまでにはほぼステージに立てるぐらいの、そこから質感を上げていくみたいな。年中セットの間とかポージングは、練習するのは意識はしてるんですけど、本格的にポージング練習が始まるのは自分の場合は大会から8週間前ぐらい、そこから少しずつ体脂肪も減ってきて、
そのステージの自分がイメージしやすいというか、でだんだん大会に近づくにつれてトレーニングの時間が長くなっていって、ステージに立つ頃には、ステージでバテない体力だとか、ステージで映えるポージングに、仕上がるように、そうやって徐々に強度とか頻度を上げるようにしてます。だから今からちょっとポージング練習を10分ほどやってから帰りたいと思います。ポージングは本当に慣れが必要で、鏡ある部屋で完璧にできてもステージは全く別なんで、ジャッジがどこに座ってるかによっても体の倒す具合とか角度を変えたりとか、もう本当に奥深いし、鏡だけで練習して急にステージ上がっちゃうと、もちろんステージには鏡がない、パニックって力が入りすぎてポージングが崩れちゃう選手が多いです。本当にプロレベルの人でも多いので、今やってるこの鏡の前での練習は本当に第1段階フェーズ1みたいな感じで、もう鏡の前で完璧なポージングを作る。でまたフェーズ2、フェーズ3とかで4ぐらいまで自分の中では段階があるんですけど、今の段階は本当にもうシルエット重視というか、だから全然タンクトップ着ながらでもできる。もうそのシルエットが一番どう映えるか。今年のオフシーズンでどういう強化できたかとか、もちろんパンプした後なんで分かりやすい。なんかもうシルエット重視のポージング。いや、いいトレーニングできました。全然ありがとうございます。またいつでも。パワーハウス千葉、めちゃくちゃおすすめですよ。デイパスもやってるんで、全然遊びに寄る価値あると思いますよ。機材のラインナップから、本当にロッカールームの設備とか、こういうラウンジだったりとか、本当にいいトレーニングできると思うんで、近くにいる方はぜひパワーハウスジム千葉チェックしてみてください。一回ちょっとトレーニング後の食事行きましょう。万が一のためにいつも食事とかお弁当を持ってきてます。万が一という理由は、こうやってパワーハウス千葉みたいに、比較的家から近くても、時々渋滞がすごかったりとか、思った以上にトレーニング長引いたとかあるので、もちろんトレーニング後の、食事持ってきてます。これが今日の4食目になるんですけど、これはレボプロのリッチチョコ味のプロテイン、そしてアーモンド7個、そしてそっちのダイソーで見つけた干し芋、グラム数的にちょうど良かったんで、炭水化物が干し芋っていう感じなんですけど、今日の動画はこの辺で終わりにしようか。比較的今の大会まで何週間前の段階では、動画正直結構マンネリ化すると思います。何せよ僕が主役で僕の周りを追ってるだけなんで、やることはそんな日々変わらなくて、でも実はそのマンネリ化っていうか、よく言えば習慣なんですよ。その習慣が、成功の一番大きな鍵で、こうやって僕はこういうことをもう9年間ぐらいやってます。でオリンピアのステージに上がった瞬間とか、それがなんか報われるっていうか、みんなすごいとかで言ってくれるんですけど、その裏にはこういうことがあると、皆さん理解してほしいし、楽しいことばかりじゃない大変なこともあるし、でもこのチャンネルではそういう大変なことにフォーカスするとかそういうチャンネルじゃないんで、皆さんが楽しんでもらえるように、モチベーションもらえるように、引き続きこういうカウントダウンシリーズとか、チャンネルの動画をどんどん上げていきたいと思ってるんで、皆さんカウントダウンはまだまだ続きます。動画、LIKE とかコメントご自由に、そして登録したい方は今のうちにサブスクライブよろしくお願いします。毎年言ってるかもしれないですけど、去年がすごいと思ったら今年はもっとやばいんで、今のうちに登録よろしくお願いします。それでは次のカウントダウンでお会いしましょう。Work hard. See results. Thanks for watching and I'll see you again soon. Bye.